けて、揚州全土の石高、および生産量や人口に関してのご報告でした。ご苦労様。洛陽からくすねてきた台帳が役に立ってるわね。台帳こそ祭りごとの根底を支えるもの。これが手に入っただけでも反東卓連合なんていう茶番劇に参加した甲斐があったというものよ。それに他国の人口なんかも載っていますから、内政だけでなく戦略を決定する上でも大いに役立ってくれますからね。良いものを手に入れたわね。これあるを予想していたからな。よっ、さすが名軍師5の中席。ふざけたこと言ってないの。ここから先は諸侯との勝ち抜き戦よ。あなたの采配以下で5の将来が決まるってこと忘れないでね。重々承知してるわよ。じゃあ今月の内政担当の割り振りをしましょうか。おおむね正解だ。しかしその2つは二律背反。天秤がどちらに傾いたとしても民衆の心に不満の種がまかれるだろう。均衡を保ちながらその2つの命題を達成しなくちゃいけませんからね。難しいさ。だがその命題を一刻でも早く成立させんと諸侯に遅れを取ることになる。その厳しい現実を実現させることこそ我ら文官の仕事なのですよ。そういうこと。戦場が武官の活躍の場なら内政は文官の巧妙の場。厳しい現実だからこそやりがいがあるってわけ。人事のように感心しているが、お前も5の文官の一人なのだから気合を入れることだな。働かざる者食うべからず。昔ならばいざ知らず、今のわしらは圧倒的に人手が足りんのだから当然のことじゃな。大丈夫ですよ、和人様。頑張って努力すれば人は何でもできますから。文官に必要な基礎知識はのんに習えばよい。アーシェ、お前もな。私もですか？当然だ。お前にはまだまだ教えることが山ほどある。しっかり励めよ。私勉強は苦手なんです。これはお母さんにこれを着ていきなさいって言われて。でもなんとか頑張ります。頑張ってみせます。素直ね。かわいいわ。いや、そんなことないです。そこで照れるのがまた可愛いの。はあ、レンファとシャオレンにも見習ってほしいわね。シャオは可愛い女の子だもんね。私は確かに可愛げはないかもしれません。悪かったですね。あら、拗ねちゃった。拗ねていません。今度は怒っちゃった。カズと助けて。なんだカズと、お姉様の肩を持つのか？あらら、レンファったらもしかして焼いてるのかしら？
誰がこんな奴のために。でも顔が真っ赤。知りません、そんなの。アーシェ、行くぞ。ついてこい。はい。レンファ様も可愛くなられたものだ。良い傾向じゃな。カツトさん、レンファ様の嫉妬の炎で丸焦げになったりして。お前も言うようになったものだ。その調子で文官としての能力も鍛えてやろう。明日から授業開始だ。真面目だからついついからかっちゃうのよね。でしょ？それよりもレンファとはうまくいってるの？何よ、自信なさげね。あなたたちがうまくいってくれないと困るんだから頑張ってよ。私がいなくなった時、ソングを告げる人間はレンファだけ。シャオがまだ幼い以上、レンファが5の王とならなければならないの。そんな時、あなたと2人くっついてれば5の力はさらに増すでしょ。不吉じゃないわよ、全然。今は戦乱の世。そうなったとしても不思議なことじゃないわ。ありがとう。ああ、やっぱりレンファに譲るの早まったかな。男の中じゃカズトが一番好きだもん。私はいつだって本気だよ。けどまあカズトにはレンファのそばにいてもらわないと。それが孫悟のためだもんね。ねえカズト、今日暇？ならさ、ちょっと付き合ってくれる？うん、そんなとこ。カリン様、出陣準備整いました。ご苦労様。では一刻後に出陣しましょう。御意。まだ不満があるよね、リン。今この時期に孫作に戦いを仕掛ける意味が私にはわからないのです。北方に袁紹の勢力がある以上、今は軍備の増強に専念すべきでは？確かに袁紹は北方で勢力を伸ばし、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長している。だけどどれだけ勢力を誇ったところで所詮は袁紹。後に回しておいても対価はない。だけど孫作はどうかしら？袁術を追放した後、瞬く間に揚州を制圧し軍備を整えている。今孫作を叩かなくては魏の将来に禍根を残すことになるでしょう。分かったかしら？そういうお考えがあるのでしたら
確かにこの侵攻は意味があります。しかし。何？まだ懸念があるの？群雄割拠が始まるを予測し、軍備の増強に努めてきましたが、黄金島の乱よりこちら、どうも質の悪い兵が混ざってきているようなんです。花崗屯花崗園両将軍の長令によって正規兵としての能力、そして何よりカリン様に仕える兵としての誇りを教え込んできましたが、今は手が回っていないと？残念ながら。ならばこそ実戦で調練しましょう。相手が英雄孫作であれば、生き残った兵は良き兵になってくれるでしょう。しかし被害が大きくなることも考えられますが。致し方のないことでしょう。生き残ることもできない兵がいては全軍の力が衰える。破行をなすためには強い兵が必要なのよ。よい。カリン様にお覚悟があるのならばそれでよいのです。では部隊の中核は正規の兵で編成、先方は徴兵した者たちを配置します。よろしく。では一刻後に。人はただの駒。生き残った駒こそ破行をなすための力となるか。欺瞞ね、カリン。ここにね、母様が眠ってるの。炎術の城はもともと母様が落とした城。母様が死んでからは炎術に奪われちゃったんだけどね。母様が嫌がってたのよ。死んでまで王という形式に縛られたくないってね。戦ばかりの毎日だったからね。死んだ後ぐらいはのんびりしたかったんじゃないかしら。ありがとう。カリン様、全軍要州に入りました。すぐにでも作戦行動を展開できますが。相手は英雄孫作。すぐにでも動きましょう。春蘭。はっ。学信、李天、雨金、各家を連れて敵本城へ向かいなさい。よい。秋蘭は露光より東進し、敵本城の背後を脅かしなさい。よい。長領は騎兵を率い、各所から放たれる伝令のすべてを捕殺しなさい。
この戦い、情報が鍵を握るか。わかった、なんとかやってみるわ。よろしく。私は周辺の拠点を制圧した後、春蘭に合流する。順育、巨著、天意、帝育は補佐を。ギョイギョイギョイです。ギョイ。大軍を幅広く展開し、揚州という画板に描きましょう。英雄との戦いの全てを。さあ、孫伯父、世に歌われる者として正々堂々と戦おうではないか。どういうことだそれは。国境線の守備隊は何をしていた？そうか、その者の親族には十分報いてやってくれ。それで敵はどこまで？分かった。では少し下がっていてくれ。曹操がこの時期に南下ということは、袁紹との勢力争いにけりがついたということか。いや、そんなはずはあるまい。現時点では情報が来てませんからね。となると、どうしてこの時期に南下をしたんでしょう。わからない。読めないわね、曹操の手の内が。ですね。袁術さんを追放し、この城を手に入れた後、まずは内政を充実させようと後に本城を移さなかったのがあだとなりましたね。とにかく今はこの状況に対応しないと。私は軍部に行って妻様たちと軍議に入ります。メイリン様は試練様を。分かった。